こんにちは、スビです。アート作りを愛するフィンランド人日本語教師です。この Vlog シリーズでは、今年の8月が期限の塗り絵の本プロジェクトの制作過程を記録してきましたが、いよいよラストスパートに入りました。8月中旬の母の誕生日プレゼントに間に合うように、予定していた14枚の絵は10枚にカットして、表紙の絵を描くための、そして最初から最後まで自分で製本するための時間を確保できました。すでにできている絵ももっと塗り絵っぽくなるようにもう一回手を加えて線を太くしました。今日の Vlog ではこの表紙とまだ書きかけの最後のページの制作過程をお見せします。母にあげる本はA4 サイズにするので、表紙の絵がそのサイズに合うようにします。これは練習で作ったもので、ハサミで切ったんですが、実際の本の表紙は、元々の絵をデジタルで加工して、女の子が花に囲まれるようにします。塗り絵の本のテーマは季節を楽しむ子どもたちなので、フィンランド語の題名は Vuoden aikojen lapset、 季節の中の子どもたちにしました。いい感じに出来上がったと思います。次は書きかけの最後のページを完成させます。製本したくてうずうずしていますが、頑張って描きます。この絵は季節が春に変わっていくのを描いているものですが、スケッチの時は春を象徴するクロッカスの花を描きたい以外の計画はあまりなく、描いている途中、スケッチの絵と仕上がった絵がかなり違うものになったのが面白かったです。
ここでなんとハプニングが発生。不注意で何を押してしまったのか、絵が逆の向きに変わってしまいました。ただ、この絵の前のページは実は向きが全く一緒で、次に来るこのページの向きが実は違った方がいいということに気づいたので、この逆向きのままにしておくことにしました。絵の完成まであとちょっとでしたが、眠くて翌朝仕上げることにしました。東向きの部屋で朝日を浴びながら作業するのが気持ちいいです。ここでまたもやハプニングが。絵が元の向きに戻ってしまっていました。向きの変え方がわからないので、とりあえずこのまま絵を仕上げていって、別のプログラムで向きを変えることにしました。出来上がりです。時間的にはこの日、製本を始めることもできました。今までいつもハサミで何もかも切っていたのですが、このカッターを買って切るのが正確にできるようになって楽しくなりました。これでページが揃ったので、次の動画はいよいよ製本の動画になります。その時にまたお会いしましょう。お楽しみに。もいもい。